はい、どうもこんにちは、けんゆです。本日はですね、うちらが栽培しているバナナ園、紹介したいと思います。で、あとバナナのですね、整理整体とか、あとバナナの栽培の方法、あとバナナによく入る虫とかですね、気をつけるべきポイントとか、この辺をですね、少しお伝えできたらなと思います。はい、で本日はですね、ちなみに5月の3日、こちらは沖縄県糸満市、晴れということでございます。で、気温はですね、日中最高気温がだいたい25度、26度、そのくらいですね。で最低気温がですね、だいたい夜がですね19度とか20度、そのあたりで、ございます。梅雨入り前ということでね、かなり快晴の状態が続いておりますけれども、もう見てください、この青と緑と、はい、もう全色ありますね、ここには。はい、ということで、今回はですね、早速バナナ園をですね紹介していきたいと思います。バナナ育ててみたい人、必見です。はい、行きましょう。でうちらはここ300坪、にバナナをですね、ほぼ、自然的に栽培してます。で、有機肥料ですね、有機肥料、牛糞堆肥をですね、年1回は入れるんですけれども、そんなに大した量でもないと思います。で、バナナ、少し紹介します。でバナナはですね、これが、うちら島バナナなんですけれども、これがバナナの木です。初めて見た人も多いと思うんですけれども、これ実はですね、果樹の、農林水産省の、果樹の定義ではですね、このバナナは、果樹フルーツとして取り扱われております。で2年以上栽培することができて、草本であっても果樹、フルーツというふうになっております。でこれ植物的な、分類ではですね、実はこれ木ではないんですね。これ実は茎が花茎と言いますけれども、茎がですね、何層も何層もこう眩しい、こうミルフィーユみたいな感じでですね、重なって、こう葉っぱができます。でこれ茎ですね、なので木じゃないです。節目とかがないと思うんですけれども、これはなので草本という分類になります。植物的な分類では。しかしながらこう、農林水産省の分類では果樹になっております。で、これですね、なんとここから花が出てくるんですけれども、この花が出てきて、果実ができるんですけれども、これ収穫したら終わりです。収穫したらもう枯れます。はい、でどうやって増えるかというとですね、この横から、株が、これ球芽と言いますけれども、出てきてるのが分かると思います。ここからですね、株分けという方法で、増やします。これですね。はい、タケノコみたいな感じでぴょこっと出てきてるんですけれども、これを、分けて増やすということをやっております。はい、で風がすごい強いですね。ちょっと風が強い時だけちょっぴり黙ります。はい、であそこにね、いいちょっと花が咲いてるので少し見に行きましょうか。行きましょう。で本来であればですね、この今ちょっとバナナ園整備中なので、本来であればこの枯れた草、この枯れた葉っぱはですね、取らないといけないです。はい、で取らないとですね、この葉っぱとこの茎の間にですね、こう虫が卵を産むんですね。なのでここを、ちゃんと切って取り除かないといけないです。で今それをやってる最中に、動画を回しております。でこれがですね、バナナの、果実になる部分です。はい、でこれはこの青紫色のやつは辛いと言いますけれども、花のつぼみですね。これが、一枚一枚向けて、でその下にですね花が、あります。はい、こんな感じで、これが今花ですね。でこれは今、おしべ、なんですけれども、果実脂肪がですねつかない、部分ですね。で上の方がですねめしべになります。はい、で、花柄のですね、こう退化した跡があると思うんですけれども、ここが花でした。でこの花の付け根の方に脂肪がありまして、でこの脂肪がですね膨らみます。で、バナナはですね1本で果実がなります。1本で果実がなる、これ単位結果っていうんですけれども、受粉しなくても脂肪が膨らむっていう特性を持っております。でなので、最初にめしべが咲きます。最初にめしべが咲いて、その後におしべが咲きます。これですね、おしべ。しかしながらこのおしべっていうのはもう役割がないので、本来であれば、この部分からですね、もう切ってしまってもいいです。で養分をきちんとその脂肪に回すっていうことを、するとですね、バナナの実が、太って、美味しくなります。はい、なのでこれは切ります。後で切り落とします。今切ってもいいですけれども、ちょっと動画を回しているので後で切ります。はい、で
バナナっていうのはですね、もともと原種は種が入ります。で種が入るんですけれども、この、種がですねある時から種が入らず、こういう風に株で増やすっていう性質になりました。で、種が入らないので、受粉をしなくてもいいということなんですけれども、その原種の方はですね、きちんと受粉して種が入るということになります。で、このバナナはですね、芭蕉科、芭蕉属、そしてマレー半島あたりが原産と言われているんですけれども、もともとはですね2種類の、種がありました。これはですね、アクミナータという種と、バルビシアーナだったかな、そういった種、が2つあります。で、私たちが今現在スーパーで食べている、バナナはですねキャベンディッシュ、といって、これはもともとそのアクミナータ、から派生したものですね。で遺伝的に言うとですね、これもまた複雑な話になりますけれども、AAA 型とか、で食用なんですけれども野菜で使う、プランテインとかっていうのがあるんですけれども、これがね確か ABB 型だったと思います。はいここら辺はちょっとどうでもいいです。で、こういった種がですね、派生してできたんですけれども、これが栽培の過程で歴史的にですね2倍体から3倍体っていう風に変わります。3倍体に変わります。で3倍体っていうのはですねこう種ができないっていう性質があるんですね。はい、ちょっと進みながらいこうか。ちょっとなんか喋りすぎちゃってるんで、3倍体っていうのはですね種子ができずに、花粉をですね雌しべにつけなくても大丈夫っていう性質なんですけれども、種なしのバナナができるっていう性質なんですけれども、もともと果樹っていうのは受粉をして結果をして、脂肪が膨らむっていうことなんですけれども、これが2倍体ですね。で、私たち人間も2倍体なんですけれども、お母さんとお父さんの両方の遺伝子が入ってきて、でこの遺伝子がですね、性細胞が卵細胞に届いた時に、新しくこう受精卵ができるんですけれども、この細胞分裂と、この受精卵がですね大きくなる過程で、原数分裂とか倍化っていうのをやるんですけれども、2倍体だとちょうど、両親の、それぞれのですね、遺伝子が、染色体がですねきちんと半分になって、増えてっていうのがきちんとできるんですね、2倍体だと。で、3倍体はですねこの、両親からこう来た遺伝的な情報、染色体の情報がですね1対2に分かれたり、ということでこう次に残す子孫のですね種子形成がバグってしまうんですね。はい、なので、3倍体には種ができない、これがですね、はい説明なんですけれども、なのでこれが3倍体ですね。はい、ちょっと行きましょうはい、ちょっとごめんなさいね、変な話をして。でちょっとオタッキーな話になってきたんです。でうちらはですね早生栽培ですね、草を生やしながら、バナナを栽培するっていうことをやっているんですけれども、高くなる、この辺はチガヤがすごい勢いが強いですけれども、高くなる場合は、ハブとかが寄ってくるので切ります。刈るんですけれども、基本的に草は生やします。はい、で収穫が終わったバナナはですね、切り倒し、もう役目が終わったバナナは切り倒しなんですけれども、これね焼く人いるんですけれども、僕たちはですね、積んでおいて将来の堆肥にします。でこれね非常にね重いんですよねこれ果実ができた後にこう倒れるというか朽ちて倒れるんですけれども、これをね運ぶのがすごい重いんですよ。はい全部水分、もうこれ 80% か 90% ぐらい水分ですからね。はい、ものすごい重たいですこれは。いいですね。ちょっと向こうに行きましょうか。でこの株をちょっと見ていただきたいんですけれども、バナナってね、この周りからぴょこぴょことまた芽が生えてくるんですけれども、これが子株とかで孫株っていう風にわーっと生えてきます。で、真ん中の親株がですね、果実収穫したら、役目が終えて朽ちるので、そこがねガラッと開く、真ん中がガラッと開いて王冠みたいなね状態になってるバナナよく見かけると思います。はい、あれはこう管理をしないでこう育てるとそうなりますね。はい、できちんと株分けとかで小株が多すぎたら小株をあえて減らすとか、そういったことをやるとですね、綺麗なバナナ園になるんですけれども、うちらはですねこう自然的にやってるというねことがありますので、はい、たまにこうなります。はいで台風が来て
全部バラバラになって上つけてこう補助が綺麗になるっていうね、台風のおかげで元通りになるっていうね、そういうのが起きます。はい、でここ風があんま来ないのでいいですね。ちょっとあっち行きましょう。で、さっきの辺がですね、島バナナだったんですけれども、この辺がですねちょっとあれがこれがね野菜バナナと言われているものですね。調理用バナナに近いのかな。でちょっとですね品種が少しわからない部分があるんですけれども、これもねなかなかフルーティーで美味しかったんですよね。で本来であればこう切ります。ここはい、もうこれはね役割がない、おしべなのでちょっと見ますか。こんな感じになっております。これがね、おしべですね。ここ脂肪がついてないと思うんですけれども、もう役割がないです。で、花にはですねこれ花粉が、ついているんですけれども、ここですね、はい、花粉がいっぱいついているんですけど、ここにで、この花粉をですね実際に、めしべの中東につけると種が入るものもあります。しかしながらこの3倍体というですねこう遺伝的な、この、原数分裂とか倍化の過程でやっぱ種子ができなくなるっていうのがありますので、めちゃくちゃ稀です。種が入るのは、人工授粉をしてもめちゃくちゃ稀です。しかしながら近年ではですねその私たちが今現在食べているのは、ジャイアントキャベンディッシュっていう、スーパーに売られている、ほとんどフィリピンから来る品種なんですけれども、かつてはですね1950年ぐらいまではですね、他の品種が食べられてました。これが、グロスミッチェルっていう品種なんですけれども、で、バナナってその株で増えていくので、遺伝的多様性が低いんですね。で遺伝的多様性が低いので美味しいバナナは美味しく広がるんですけれども、しかしながら病気になった時にこの病気も一緒にこうわっと急激に広まってしまうっていうことが、ありまして、でこのもともと作っていたグロスミッチェルっていうのがですね、パナマ病って言われるそのフザリウム系の菌で、胃腸病を誘発するんですけれども、それで全部こうダメになってしまったっていう歴史があります。で、その結果ですね従来作られていた、グロスミッチェル、がですね作られなくなって、でその代わりにこのキャベンディッシュジャイアントキャベンディッシュですね、あれが今、現在作られているわけです。しかしながら近年ではこのキャベンディッシュもですね、新パナマ病と言われる、また新たな、病気が出てきている、というふうに言われていて、でまだ顕著に広がってはないんですけれども、一部地域ではですね結構ひどいダメージを受けているということで、このキャベンディッシュに代わる新しい品種の改良というものが、現在ね求められていると言います。はい。でしかしながらやっぱ品種の改良は種子更新のことが多いので、ほとんど種子更新なのでこういうふうに、受粉をさせて、種子を取って、でまた、その種子からですね発芽させて、このバナナがきちんと美味しいのか、キャベンディッシュ、の味をさらにアップデートできるのか、いろんな試験を経てですね世の中に出てくるわけなんですけれども、これが今、現在進行形で行われております。はい。面白いですね。でちなみにこの島バナナっていうのはキャベンディッシュの品種とか、グロスミッチェルの品種ではなくて、小笠原種、というものですね。はい。めちゃくちゃ美味しいです。はい僕はかなり、好きです。酸味と甘味がね入っててめちゃくちゃ美味しいです。はい。ちょっと行きましょう。はい、ちょっとねスクリプトがなくてただ適当にわーっとマシンガントークみたいなことしてるんですけど、バナナってねこういう風に葉っぱが大きいじゃないですか。こんな1枚ボワッと、かなり大きい葉っぱがつくんですけれども、この、葉っぱがですね、水分の蒸散とか、光合成もするんですけれども水分の蒸散も行うため、多量な水分が必要になります。なので育てる時には、灌水、そして肥料はですねカリウムの成分カリですね、ここをきちんと与えると実が美味しく太ると言われております。で、バナナっていうのはですねスポーツ選手とかよく食べているイメージがあるんですけれども、あれはですねカリウムっていうのは体力の回復がやっぱり早いんですね。ウイダーゼリーとかね、バナナとかね、最近ではねアボカドもいいよって言われてるんですけど、アボカドとかねスポーツの合間にかじってる人見たことないですからね。大体バナナなんですけれども、やっぱカリウムが多いんです。なので、このカリウムの肥料をしっかり入れましょう。窒素に対して 1.5 倍のカリウムを入れましょうというふうには言われております。はい。僕たちはねほとんど入れてないです。はい、自然ということでね任せております。はい。でこれですね、バナナの葉っぱっていうのはですねこの繊維方向がですねここに
この葉脈主脈の方にですね向かってこう、垂直に走っております。なので、ここの方向にはですね切れやすいんですね、こういう風に。はい。で、これはですね沖縄みたいに風が強いところでは、転倒をしないようにこういった構造になっております。普通葉脈ってねこう網目状にわーっと走ってるような気がするんですけれども、バナナの場合は一方向のみ、ですね。で、ああいう風になります。風圧を受けるとですねああいう風にこうなんかひらひらひらでなんか折り紙切ったみたいな例えが悪いね、例えが悪いけどあんな感じになります。はい。で、やっぱりあれは風をですねこの面でもろに受けてしまうとこう圧力がかかって、このバナナの木っていうのは根っこがすごく浅いのでですねこう転倒よく起きます。台風シーズンとかもバンバン倒れるぐらいものすごく根っこが浅いんですけれども、この根っこが浅い、そして大きな葉っぱ、そして、風がよく来る地域で栽培されるっていうね最悪な条件を兼ね備えているので、ああいう風に、風がよく当たる場所では縦にこう繊維が走ってですね切れる、ということがあります。はい。しかしながらあれでもですね、光合成はできます。はい。こういったね、切れてない葉っぱの方が見栄えはいいんですけれども、やっぱり露地で育てるとですねああいう風になりますね。でああいう風になるとね、ちょっと枯れる速度もちょっと速いですね。はいで枯れてきたらこの下葉を、きちんと落としてあげる、こういう風にですね、下葉を落としてあげる、こういうことをした方がいいです。であと台風が来る時の台風対策少しお話し、させていただきますと、やっぱりその支柱とかですねああいうのでまず支える、物理的に支える、そしてもう一つはですね葉っぱを落とすっていうことをやるんですけれども、僕はあまり推奨してないんですけれども大きな葉っぱはですねやっぱりこの風を受けて、倒れるので、切ると。で切る時もですね、半分でいいです。このぐらいです。このぐらいから、切る。はい。台風が来る1日前くらいにですねこれはやばいと思ったら、支柱をつけて、であとここの辺から、切ると。はい。で根っこからですね根こそぎバンって倒れたら起こして土をかぶせてあげればある程度は生き残るんですけれども 70% くらいは生き残るんですけれども、支柱をですねこの辺に入れてここからポキって折れるともうダメです。はい気をつけてください。そこは気をつけてください。はい。なので倒れた方がいいという場合もあります。はい。よし、では次に行きましょう。いやいい光景ですね。本当にこのねバナナ園はものすごく景色がいいというかこうパワーがあるというかね、はい、バーベキューとかしたくなる場所です。はい。でちょっとこのバナナだけねちょっと品種が違うんですよ。半年前くらいにね買った、ブルージャワっていうバナナなんですけれども、一般的にはアイスクリームバナナとか言われている品種です。はい。でこれですね、ブルージャワバナナ。これは近くの種苗屋さんで買いました。2500円ぐらいかな。はい。で沖縄県もですねこのブルージャワアイスクリームバナナが出回っている、んですけれども、糸満市出回っていて、でそこそこ高いんですけれども一房ねで1800円とかそのくらいするんですけれども、僕はあんまり好きじゃないです。美味しくないです。はい。でアイスクリームバナナなんですけれども、あんまりねアイスクリームの味がしないんですね。はい。他のいろんな品種があるので、するものもあると思うんですけれども、ちょっとねまだ美味しいアイスクリームバナナに僕は出会ったことはないです。でも、買ってみました。めっちゃ犬ちゃんに敵対されてます。でこの、アイスクリームバナナはですね、耐寒性がすごく高いので、本土でも栽培できます。これマイナス5度まで、耐えられる品種です。はい。ちょっと犬ちゃんがいるので他のとこ行きましょう。犬に吠えられてます。ちょっとずっと吠えられてますけど、ちょっと続けましょう。ごめんなさい。他にもですね、あと温度ですね。やっぱりそのバナナっていうのはですね、もともとマレー半島原産っていうのもあって、熱帯国および亜熱帯地域で生育がいいということになっております。これは基本的に温度の問題ですね。
で大体ですね30度以下、26度から30度以下、大体28度と言われてますね、葉っぱの、生育には。で、この辺の温度帯だといい。でそして最低温度がですね島バナナとか、キャベンディッシュとかああいうのは、5度を下回るとやばいと言われております。でさらに15度を下回ると生育不良が起きる。で5度を下回るとやばい、そんな感じですね。で極めて体感温度がですね低いんです。極めて体感温度が低いというか、高い弱いそんな作物です。はい。なので沖縄とか、今はですね、温室があるので本土でも栽培されている方多いと思うんですけれども、露地で栽培しようとするとですね、非常に気を使う作物でもあります。水もたくさんいりますし、肥料もですね、たくさん、このね植物の構造上必要ですし、非常に手のかかる作物かなと僕は思うんですけれども、うちらで栽培している分はですねかなり自然に栽培しているので、手をかけてはあんまりいないんですけれども、あと袋掛けぐらいですね、袋掛けぐらいはやります。はい、あそこも1個できてる。で本来はですねこの株の周りの草は刈るべきです。はい、ここはこれ悪い例なんですけれども、本来であればこの周りの草は、刈るべきです。はい、やっぱりここはですね、創生栽培をしている、ということで、僕らバッと草を生やしてるんですけれども、それでも株の周りだけは、刈った方がいいと僕は考えます。で、ちょっと今時間がないのでほったらかしてるところもあるんですけれども、時間を見つけて買ってはおります。であとこれですね、バナナできてるんですけれども、ちょっと袋掛けを、していないので、ちょっとねこういう、スリップス系の被害ですね、日焼けっぽい、この、害虫による花害根がですね出ております。でバナナはですね袋掛けをするとこれはだいぶなくなります。はい、やっぱりその雨風から守ったり、害虫から守ったり、そういった効果があるので袋掛けはかなり大事です。はい、やるべきですね。でバナナって旬がですねだいたい台風の時期とかぶるんですよ。9月とか、8月から10月ぐらいかな、たくさん出てくるのがだいたいそのくらいです。7月もあるかもしれないですね、気温によっては。7月から 10月ぐらいでなんですけれども、気温が高かったり、気候の問題で花がですね狂い咲きしてちょっと早めに咲くっていうのがあります。でちょっと早めに咲いた花はですねちょっと早めに実をつける、5月ぐらいに実をつける、2ヶ月ぐらい早いので、僕はこの、状態ではですねちょっと袋掛けはいつもしてないです。で、これから来る花は全て、袋掛けをして、夏に収穫する分は、かなり綺麗な状態にできます。で僕たち農薬を使っていないんですけれども、袋掛けだけで大体は抑えれます。はい、であと最後に、ちょっと害虫の話を、したいんですけれども、バナナはですね、あまり害虫はいないんですけれども、ゾウムシですね、バナナゾウムシとあと、バショウゾウムシっていう2種類の、害虫が報告されております。で、バナナゾウムシはですねバナナゾウムシはですね、やっぱりここですね、この葉っぱの間に、卵を産んだり、して幼虫がですねこの植乳していくんですね。で、内側に入ってですねこうバナナを枯らすっていう、ことが、あるので、バナナゾウムシのこの卵を産ませないためにも、ここの葉っぱは刈り取る、そして周りの周囲の草は刈り取る、そういったことをしないといけないです。で、バナナゾウムシ、正確な名前はですねバナナツヤオサゾウムシと言います。バナナツヤオサゾウムシ、ですね。はい、でバショウゾウムシもですね、正式名称は、バショウオサゾウムシだったかな。はい、でこの2種類がおります。で、前回ですねちょっとバナナゾウムシをわーっと探していて数匹見つけたので、この辺にね、動画貼っておきます。かなり奇妙な、形をしてる虫ですね。はい、であとは少しですねそう最近巷で流行ってる、高いバナナのお話をして終わります。はいですね、最近この皮まで食べれるバナナ、モンゲバナナが、有名ですけれども、あの辺の話をします。で、あれはですねスーパーで売られてる品種っていうのはキャベンディッシュですね。ジャイアントキャベンディッシュって言われる、
フィリピンから来る、主にフィリピンから来る品種なんですけれども、モンゲーバナナ、岡山県でですね、田中節三さんが栽培されて中心となって栽培している、バナナ、モンゲーバナナですね。あれグロスミッチェル種と言います。はい。でグロスミッチェル種はもともと皮が薄いので、皮ごと食べても、気にならないということですね。はい。で皮が薄いバナナって結構あるんですよ、実は。はい。で島バナナ系統のですね、アップルバナナとかですね、あの辺も皮が薄いので、食べれました。キャベンディッシュもですね、実は皮は食べれるんですけれども、大体その農薬とかですね、あと皮が厚い、とかですね、そういった問題で、食べないっていうのが普通ですけれども、バナナの皮っていうのは実は食べれます。はい。で、野菜バナナ、日本とかはね食用でフルーツで食べるんですけれども、東南アジアとか、アフリカとかですね、南米とかあの辺はですね、バナナを野菜として、火にかけて、食べるんですね。で、そういった、地域では、皮も食べますし、で花ですね、赤紫色の、ああいった辛い、も、全て食べます。はい。結構いろんなところが食べれるんですね。で、そうそう、話がされたんですけれども、そのモンゲーバナナ、モンゲーという意味は、すごいとか、やばいとか、すごくやばいとか、そんな感じの意味だと思うんですけれども、そのすごいバナナ、っていうのがね、現在流行ってて1本600円以上すると思います。1000円近くすると思うんですけれども、あれはですね、グロスミッチェルっていう品種で、かつてそのパナマ病によって、品種が全滅に近いような状態になった、品種なんですけれども、現在そのグロスミッチェル種がですね今作られているわけです。で、田中さんはですね、何法だったかな、凍結覚醒法、凍結何法だなんちゃら覚醒法、待ってよ、凍結覚醒法、凍結解凍覚醒法か、凍結解凍覚醒法、だったと思います。ちょっと間違えたらごめんなさい。凍結解凍覚醒法って言って、一旦ですね凍結して、でその後に解凍をさせて、一度ですね小さい状態に、そういった氷河期の、状態をですね、体験させて、苗を育てる、っていうねこういった作業を行います。でこのことをやることによって、非常に病気に強く、そして生育が非常にいい、状態になります。で、遺伝子レベルでですね強くなるっていう理論ですね。一度凍らして、解凍する、種子の状態かな、その状態の時にそういった処理をする、でその凍らせる温度とかですね、解凍する時の、速度、解凍する速度とかですね、こういったことを緻密に計算して、長年かけてですね、そういうことを経て、モンゲーバナナがグロスミッチェル種の、品種が今出回っているわけです。はい。で現在はですねその、温室もあって、でその室内栽培でですねそのグロスミッチェルが育てられてるってこともあって、で皮まで食べられるやつがですね、岡山だけじゃなくて、モンゲーだけじゃなくていろんなところでねされてますね。北海道とかでもねされてましたね。釧路だったかな、ネットを見たらありました。1本1000円くらいのバナナが今度買ってみようと思います。はい。でそういうところもありますし、他のところでもですねいろいろやってます。実はそのバナナ北海道でってなってるんですけども、マンゴーとかもですね、北海道でも栽培ができます。温室とか、地熱とかですね、ああいった、自然環境の力を使いつつ、科学的な力も使いつつ、育てるっていうですね、非常にこの熱帯作物の栽培もですね、北限が上がってきていて、すごい今、おすすめです。はい、はい、ということでちょっとめっちゃ長くなったな。何分ぐらいですか今？29分。バナナでこんな喋れる、やばいよ、ということで今回はですね、うちらのバナナ園についてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ということでためになったらいいねボタン、押していただけると嬉しいです。ということでバイバイ。